こんにちは。今日はこちらオパールケイトのゴッホシリーズのものですね。ひまわり、これのガマ口を作ってないので、やっぱり作ろうと思って、それだけ作っていくだけの動画なんですけど、ちなみに5432番ですね。で、毛が 75%、ナイロン 25% ですね。100g に425メートル入ってます。で、6号でやっていこうかなと思いますね。で、この輪を作って、いつも通りやっていこうかなと思います。で、たくさんやってて、で、ゆっくりやってるところがあるんですね。一本の動画にしていて、で、それを上にリンクを貼っておくので、よかったら見てみてください。同じレシピでね、やっていこうかなと思っています。ではね、メリヤス編み風で、輪の中に細編みを6個でずっと始めていきますね。ゆったり編んでいきます。色の出方をお見せするだけの動画なんですけど、やっていきます。はい、ちなみに円を編んだ状態でこんな感じです。なんかね、この底を見せてほしいって言われてる方がいられたので、こんな感じですね。ここから増し目なしで立ち上がりを編んでいこうと思います。ではやっていきます。こんな感じで編んできて、でここから口金をつけていきます。でそこのレシピ通りじゃないかもしれないですけど、ちょっと段数は20段編んでますね。でかぎ針は6号でやってます。だいぶね、前から時間経ってるのでいろいろ変わってるのかもしれないんですけど、こんな感じで、ここのマーカー入れてたとこが一番最初ですね。ここを飛ばして引き抜いて終わりにしようかなと思います。一応ね、この横をこうやって縦で挟んどこうかなと思いますね。最初と最後の間にマーカーをしときます。ここでちょっと決めていこうかなと思います。立ち上がりがね、そんなに歪んでないと思うので決めていきますね。でカットしてシュッて抜いて糸始末をしていきます。でこの自然につくところに針を刺して糸始末をしていきます。こんな感じで、引っ張ってでできたところに帰ります。ひまわりも可愛いですね。すごい口金をつけたらまた雰囲気変わると思うのでつけていこうと思います。この裏のね編み目もすごい可愛いんですよ。ちょっと違いますよね。この縦の線がない感じかな。どうなる？でもちょっと変わりますよね。こういう風に見ると。この裏もね、たまに今回は裏を使ってやりますみたいな感じでメリヤス編み風を使ったりする時もあるんですけど、今回はねこっちでやっていこうかなと思います。で一通りオパールケイトのねガマ口を作ったんですけど、ソックヤーンとかでもね全部この編み方で、1個ずつ作っていこうかなと思ってるので、それもよかったら見てみてください。でなんですかね、まとめて再生リストを作ってほしいっていうのもあったので、その時に再生リストを作ってるんですね。オパールケイトだけで、全く同じ編み方で全部やってるのを再生リストを作ってるので、それもよかったら見てみてください。でまたここからはね口金をつけるところがまた別にあるので、そちら上にリンクを貼っておくのでよかったら見てみてください。ではね、口金をつけていきます。こんな感じで口金をつけてきました。めっちゃ可愛いですね。やっぱりね、このメリヤス編み風はね、このオパールケイトで編むとこれだけ色が生きて見えるんで、私は大好きですね。このハートってめっちゃハートがぎっしりに見えるところも好きやし、このねしっかり編めるんですよね、やっぱり。でこの前みたいにそこだけメリヤス編み風で上柄編みとかでもめっちゃ可愛いと思うんですけど、この上までぎっしりこのメリヤス編み風で編んでもいいですね、こうやって。でもね、ただめちゃくちゃ時間はかかるんですけどね、これだけの中でも結構時間かかってて、でもやっぱり時間かけるほど可愛いだから時間かかって作り上げて、でも今の段階でまた次作りたいっていう気持ちになるぐらい可愛いんですよね、これはだからねソックヤーンとかも全部やっていこうかなと思ってます。
でそれが一通り終わったら、またこのオパール毛糸、今まで全部やってきたオパール毛糸で違う編み方をずっとまた同じようになるんですけどやっていこうかなって今考えてます。それまでしっかり編める編み方でご紹介しようかなと思ってるんですけどね。こんな感じでしっかり編めて可愛くできるので是非やってみてください。サイズをちょっと一応測っとこうかなと思いますね。高さが、いつも測り方によってちょっと違ってたりするのかもしれないんですけど、8センチで7センチぐらいかな、こんな感じになってます。で口金もねちょっとサイズをいつも聞かれるので、開けた状態で 8.5 センチの8センチぐらいですかね、こんな感じになってます。こうやって開けた感じもねコロンとしてて、このフォルムがなんとも可愛すぎるかなっていう感じですね。またねこのガマ口をいっぱい作っていこうかなと思ってます。でこの開け閉めが硬い、ゆるいとかそういうのをフェルト、100均とかでよく売ってますよね。フェルトをちっちゃくカットして、それも100均で売ってるんですけど、このペンチっていうかね、その切れるようなものでなくて挟むようなもの、それでこうやって軽くやってあげると若干こう動いたりもするので、そういうのに調節していただくといいかなと思いますね。こんな感じになります。めっちゃ可愛くできるので是非作ってみてください。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。